はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。今日はね、東京ゲームショウ2022行ってきたので、その様子をね、お見せしたいと思います。3年ぶりの開催になるんですけども、今年はね、ゲームは絶対止まらないっていうね、強い意志を感じるようなキャッチフレーズのもとに開催されました。そのキャッチフレーズ通りというか、非常にね、今回熱が入ってますね。各メーカーさん、かなり気合入ってました。多分普通に遊んだら1日じゃ遊びきれないぐらいのコンテンツがありましたね。で、今回の動画ね、ちょっとね、みんなが最後まで見てくれるように、5分おきにお姉さんの動画が入っています。はい。恋恋温泉物語 VR。みんな待ってましたね。はい。期待の新作です。お姉さんもにっこり。ということでね、ゲーム情報、ゲームガジェット情報とお姉さんが交互に波のようにね、出てくるので、よかったら最後まで見ていってください。まず最初はベンキューのモビューズ、ノリに乗ってます。展示されたもので気になったのがこちら EX480UZ、4K48 インチの OLED スクリーンですね。これはやばいですね。最近のモニターどんどんでかくなってるけど、これが次世代のゲーミングモニターって感じでしょうか。まあよかったら湾曲版も欲しいところですけどね、これは実際試してみたいです。で、入出力端子が後ろにあるんじゃなくて横にあるのもちょっとね、使いやすそうだなと思いました。で、次がね、こいつはね、昨日かな動画出たばっかりだよね。Excel2566K っていうね、TN パネル、ファースト TN パネル 360Hz のフル HD モニターですね。まあ、競技シーン用のモニターとしては最高峰ですかね。競技系の FPS やってる人は触ってみてもいいかもしれません。あとね、個人的にね、良かったのが、この EX3415R ね。まだ実物見たことなかったんで、これ見れたのは嬉しかったですね。で、あとね、このベンキューの新しいマウスパッドだね。これも数日前に発表されたやつですかね。赤いね、スピード系のマウスパッドで、青のやつがコントロール系でめちゃくちゃ売り切れてるやつなんだけど、これも人気でそうですね。で、あとはね、ゲーミングプロジェクターですね。これの展示スペースとかもありましたね。で、同じモニター系だったらこのファーウェイの GT34 っていうね、5万ぐらいの結構人気のモニターなんですけど、これが3枚ね、横並びでね、展示されてましたね。これなかなかこういう絵面見れないんで、結構参考になるのかなと思いました。かなり迫力ありましたね。で、MSI のブースはね、これがまた面白い出会いがありました。まさかの次世代のライゼンのマザーボードの構成が設置されてましたね。これはね、テンション上がりました。X670 エース、いいエースか。E80X の結構ハイエンドのマザーボードになると思うんだけど、かっこいい。いやー、次世代ライゼンやばいっすね。やっぱテンション上がりますね。ちゃんと書いてます。ライゼン7000シリーズプロセッサー対応。ちなみに電源は 1300W のものを使っていました。いや、電源ね、消費量やばそうですね。はい。まあ、それでもね、やっぱ楽しみです。MSI のコントローラーもちょっと触ってきたんだけど、意外とフィットして使いやすかった。ただね、こいつ惜しいのが背面パドルがないんですよね。この背面パドルとトリガーストップつければバカ売れすると思いますよ、MSI さん。ぜひ作ってください。次はね、ROG のブースですね。こちら面白かったのがいろんなそのデスク環境の例ですね。こういったものをね、デモで、設置してました。これサイコムの BTO と組み合わせた一例ですね。結構アイディア湧くと思います。ちなみにこれはね、この最強のね、ゲーミング Wi-Fi ルーターですね。これ欲しいないかつい。ちなみにこちらは IKEA と ROG の、構成かな。いやー、見るだけでワクワクするよね。てか、ノーパソエグいな。なかなか面白かったです。でこちらはパソコンショップセブンさんの、テーマかな。こちらね、すごいんですよ、これ。結構クロート向けで、まあもちろん左側に映ってるこのエヴァンゲリオンコラボのね、PC ケースもすごいんですけど、それ以上にね、この奥に見えるブラックマジックデザインの ATEM ミニエクストリームですかね。それがね、ブラックマジックデザインのカメラ2台と繋がっていて、もうね、配信フェチの人が興奮するような環境が設置されてました。で、隣にはディスコードのブースがあったんだけど、ディスコードのアプリインストールしてるのを見せたら、ステッカーみたいなやつもらいました。そして、ニトリもゲーミングに参入。ニトリはですね、こういうのがめちゃいかついゲーミングチェア展示してたり、これ多分まだ発売されてないやつですね。あとね、なんか白で構築された、なんかお姫様的な、ゲーミング環境もね、デモされてましたね。まあ、そのうちニトリでゲーミング家具全部揃うのかな。いやー、やっぱりゲーミング儲かるんでしょうね。伊藤木ですね。伊藤木さんはもうゲーミング環境うまいこと入ってきたメーカーさんなんですけど、新しいね、チェアのモデルがね、ありましたね。これね、意外と座ってみたんだけど、良くて、アームの部分の自由度がすごい高かったですね。
これちょっとね、俺が持ってるスティールケースの、ジェスチャーっていうね、椅子のちょっとアーム部分に似てましたね。これ結構人気出そうですね。で、座り心地もね、結構良くて、背もたれの部分ね、なんかゴム質な、結構弾力があるけどしっかりしたね、材質できてましたね。これはね、売れるような気がしますね。なんか12月発売予定らしいです。はい。で、次にね、これすごい僕が気になったゲームなんですけど、龍が如く維新極みですね。これね、俺が以前やったゲームのフルリメイクなんですよね。このね、坂本龍馬っていうね、男の中の男。こんなね、解消のある男になりたいものですね。強い意志を持ってね、自分の道を進んでいくっていうね、強いね、意志をね、持ってね、もう龍が如くですね。極まってね。維新ってね。何言ってんのか分かんないですね。いやー、でもね、本当にやっぱね、侍っていうのはやっぱりね、やっぱ刀ですよね。刀。刀のようにまっすぐな意志を持ってね、はい、そういった刀のようなね、強い男になりたいですね。はい、お姉さんの刀になりたいです。あと他に気になったのがこのウォーロンっていうゲームだね。これはチーム忍者が作ったなんか三国志バックグラウンドの死にゲーらしいです。ちなみにこれは多分呂布ですよね。最強の、戦士ですけどね。いや、これは楽しみです。私有代もめっちゃ人気だった。あとね、メタクエストのアモンガスの VR もすごい人気でしたね。ビジネス A なのに待ち時間150分。こんなの並んだらね、1日アモンガスで終わっちまうよって思ったんでは並んでないですけど、いや、メタクエストのブースはかなり迫力ありました。あと、スチームデックもめっちゃ力入れてた。どれだけ力入ってたかというでっかいスチームデック作っちゃいました。はい。結構たくさんの方がね、触ってたんですけど、僕時間なくて触れなかった。でもね、パッと見ですけども、初めて見たんだけど、実物めちゃくちゃでかいっすね。結構迫力あった。でね、背面にも、これ背面パドルみたいなのが2つずつついてて、なんかエーペックスやりやすそうだなって思いました。これはちょっと時間があったら触ってみたいです。はい。で、こちら、関裕太さんの防音室を再現ということで、関さんのね、防音室の体験ブースっていうのがありましたね。これ面白かった。0.8 から 4.3 畳らしいんですけど、これは 2.5 畳のやつかな。まあ、おおよそ170万ぐらいする結構なものなんですけども、入ってみると、この通り。はい、うるさかった外の音が、ドアを閉めると、シャットアウトされます。これすごいっすね。40デシベルぐらい落ちるのかな。はい。でね、この中の結構再現されてて、本当に関さんの、配信してた部屋を、こういう風にペットボトルが散乱しててね、結構忠実に、再現してましたね。で、ちゃっかりね、やってますね。ゼータディビジョンのコラボレーション PC をちゃっかり展示してました。換気もちゃんとしてて、で、面白かったのが、このデスクの下にですね、関さんの愛猫のココちゃんですね、のぬいぐるみが置いてました。いやー、尊い。で、デスクもね、ちゃんと再現されてて、ゼンハイザーの GSX1000 に、シュアの SE215SPE かな、これを挿してね、関さんのストリーミング環境を再現してました。AG03 かな。で、右側にはこれ配信用 PC になりますかね。これもゼータディビジョンのね、モデルをちゃっかり宣伝ということですね。まあ 2.5 畳決して広くはなかったですね。4畳欲しいかな。ちなみにこれは SM7B ですね。同じ手話の SM7B、そしてエンボリーのチェアということで、本当に関裕太さんなりきりセットになってました。で、これね、出ると、失礼いたします。ありがとうございました。外やっぱうるさいですね。ちなみにこれ体験するとこの戸締まりよしって書いてるドアノブシートですね。記念にもらいました。AG01 とかも展示されてるんで、触ったことない人は触ってみてもいいかもね。あと ZG01 も展示されてましたね。これ最近僕ね、すごいいいことに気づいたんで、そのうち第2弾の動画出しますっていうね、詐欺ですね。そのうち出します。はい。そしてこのブースもめちゃくちゃ人気でしたね。Webtubertex っていうね、新しいレーシングゲームの展示だったんだけど、森野学さんっていうね、超有名なレーシングドライバーの愛車が展示されてました。80スープラかっこいいですね。やっぱこの流線形のボディがですね、ボディがすごいっすね。すごいんですよ、このラインがね。いやー、はい、目線じゃない。ラインがすごいんですよ。このボディラインがね、いや、車の話ですよ、車の話。このレブトゥーバーテックスっていう、ゲームの、車じゃない、この、森戸学さんの車の話ですね。はい、こんにちは。スーパーネコパンチです。やばいですね。いや、このゲームマジでね、買いだと思いますよ、本当に。はい。車かっこいいですね。
で、これ香港の峠とか道をね、リアルに再現してるらしいんですよね。まあ、峠って日本だけじゃないからね、結構興味深いですよね。で、この私有台がやばくて、これ、筐体一個一個のコックピット、実はこれ、1個ね、260万かな、300万近くするらしいんですよね。これが、片方に3台ずつで6台ですよ。だからここにね、1800万近くのコックピットが展示されているっていうね、とんでもないことになってますね。で、なぜかプレイしてる人、なんかごっついガタイがいい人ばっかりでした。なんでですかね。僕もプレイしたかったけど、ちょっと時間なかったね。で、最後にね、このオリドマダムさんの80スープラを拝んで、次のブースにね、行こうと思います。香港の道、今かけていく、レブトゥーバーテックス、皆さんぜひね、気になった方はチェックしてみてください。お姉さんもお疲れ様でした。はい。はい。フモフのお店も、いつも通り展示されてたんですけども、このトゥルースですね。フモトゥルースっていうヘッドセットのブランドを最近立ち上げて話題になりましたよね。ちゃんとね、その新モデル展示されてました。まるでお宝のようにね、すごい大事にね、展示されてたんで、なんか、開発陣の熱意ってやつがね、伝わってきますね。これはね、なかなか良かったですよ、見た目。で、こちら実は僕ね、ヘッドセットレビューする予定ありますんで、よかったら楽しみにしててください。で、フモフといえばこのね、肉球キーキャップっすね。これなんか新バージョンかな。めちゃくちゃ肉球感が半端ないですね。で、ファイナルマウスとかも展示されてて、無線のやつもね、あったんでね、なかなかファイナルマウスね、触る機会ないですからね。そして、スティールシリーズのブースも行ってきました。こちら結構新商品展示されてて、新しいノバシリーズのアークティスノバ1かな。結構付け心地良かったですね。あとノバ3っていうのもね、展示されてました。これ USB 接続かな。で、この中で多分ね、一番人気が出ると思われるアークティスノバ7だね。これ Bluetooth と普通のワイヤレス同時接続できるからね、かなり有能ですよね。これも人気出そう。で、あとはね、昨日かな、発表された IPEX9 mini と TKL ですね。ここら辺も展示されてました。そしてインテルブース、かなりね、広いスペース使ってましたね。で、今回の目玉はやっぱりこのインテルアークのグラフィックカードですね。この A750 っていうのが NVIDIA の RTX3060 相当らしいですね。そしてもう1個が A380。これは GTX1660 以下の性能になってるみたいです。で、G-Tune がね、この A380 が入っているコンパクト PC みたいなのを出してて、一応実機されるみたいですね。結構ね、コンパクトなんだけど、静音性とか、熱とかどうなのか気になりますね。A380 が内蔵されてるんで、まあ、コスパ重視のゲーミング PC って感じですね。その他にもね、こういうゼータディビジョンの結構かっこいいね、BTO とか、これゲームウィズのモデルですかね。緑めちゃくちゃかっこいいよね。こういうのも展示されてましたね。で、デルのエイリアンウェアもかっこよかったね。まあちょっとアメリカンな感じはするんだけどね、やっぱ映えるよね、エイリアンウェアって。はい。あとね、このオーメンの 45L の実機をね、見ることができましたね。このね、クライオチャンバーっていうね、オーメン 45L にしかないこの機能なんですけど、やっぱりね、欲しいっすね。意外と思ったほどでかくなかったです。これは欲しい。で、ドスパラのガレリアは、ここ以外にもちゃんとね、自分のブースを持っていて、めちゃくちゃ展示スペース広かった。なんかね、ショーとかもやってるみたいで、これすごいよね。配信者の壁みたいになってるんですけどね、すごいっすね。あと CR モデルのね、BTO ですね。これかっこいいよね。これは人気だわ。で、あと渋春モデルのコラボ PC とかも展示されてましたね。でね、インテルブースの一角がね、ずーっと人だかりできてて人気だったのが、このガヤファクトリーさんが設置した2つの筐体ですね。まあ、これはもう人気だよね。で、これに関しては多くは語りません。もうガヤショールームの動画とか出したし、あと僕自身もね、この筐体じゃなくてもう片方の方だけど、コックピット組みましたんで、ぜひそっちの動画を見てください。ちなみに僕はね、憧れだったプロレーサー、プロドリフトレーサーのね、日々の哲也選手と、写真が撮れて大満足でした。めっちゃ嬉しかった。しかもですね、この前に実は、写真載せれないんだけど、スパイギアさんとも会えて、ちょっとね、記念撮影させていただきました。めちゃくちゃでかかったっすね。やばかったっす。あとね、まさのりチャンネルさんとゆふなさんもいたかな。ちなみにガヤファクトリーのね、トルさんとモモさんにも運が良かったら会えるかもしれません。でね、歩くのに疲れたらぜひこの恋恋温泉物語 VR のお姉さんの笑顔で癒されてください。お姉さんの笑顔プライスです。はい、アトラスのね、ブースもやばかったね。もう去年だったらここら辺で終わるんだけど、コンテンツまだまだ続くんですよね。
このペルソナのね、等身大フィギュアっていうのかな、めちゃくちゃ迫力ありましたね。カプコンの方もストリートファイター6の私有台あったかな。でチュンリーの実物大のフィギュアやばかったっすね。チュンリーの太もものサイズやばいです。まさに人間狂気。ストリートファイター6ね、実況機能ついてるんだよね。すごい面白いなと思いました。スト6の横にあるのが PSVR2 のバイオハザードビレッジの私有台ですね。これ完全予約制だったかな。でモンハンライズの、オトモガルクのカメラスポット、ここも一般でめちゃくちゃ人気になりそうですね。で結構なサプライズだったのがこのスクエニの物販コーナーなんですけども、もうティファタンがね可愛いですね。クオリティ高いですね。はい。でもね、それ以上に驚いたのがこの、一時期すごい話題になったティナのフィギュアっすね。これ1体150万円します。いやマジで間近で見たんだけど、もう芸術品って感じ、迫力もあるし、とにかくもうアートって感じでした。本当にびっくりした。これは一見の価値ありですね。いや150万はやばいよ。ちなみにモーグリが可愛いですねで、ここまで見た方に、秘密のね情報をお伝えしたいと思います。多分これ誰も知らないんだけど、実はこのフィギュアね、本体はティナじゃなくてこの右側にいるモーグリですね。この顔分かりますか？ラスボスです。隠れボスってやつですね。嘘です。でスクエニもねかなりブース力入ってて、フォースポークンね、来年の1月に発売されるやつ、衣装もねめちゃめちゃ気合入ってた。いやスクエニ今回マジで気合入ってます。でクライシスコアのねトレーラーも公開されたよね。撮影禁止だったんで見せないけど、超大画面でみんなで見てました。いやーすごいわ。 FF ファンはねたまらんでしょうね。はい、そろそろお姉さんの時間ですね。これなんかワンテッドデッドっていうなんかアクションゲームなんだけど、なぜかメイド姿のお姉さん方がねたくさんいらっしゃいましたね。なんかね他のお姉さんたちは、ね、ちょっとカメラ向けたら笑ってくれるんですけど、ここのお姉さんはね結構ツンデレ路線で行ってるみたいで、むしろ最高でしたはい。コナミのブースもねすごいなんかすごいことになってた。もめちゃくちゃ派手だったね。いろんなゲームが展示されてました。でね驚いたのがここ、なんとドラえもんのですね牧場物語ですね。これオリジナルの牧場物語と関係あんのかな。どんな感じなんですかね。あとワンピースのオデッセイも私有台かな。あと撮影スポットもありましたね。これは来年発売ですね。でエロコムがね本気でゲーミングに参戦してきて、なんかプロゲーマーとね共同開発でキーボードとマウスをね出してきましたね。それがまずはこのワイヤレスマウスですね。まあ握り心地も結構いいし、なんかソールの貼り方で、コントロール重視とスピード重視で変えれるらしい、そんなギミックがありましたね。で、キーボードの方も完成度高そうで VK310 が TKL、 VK300 が 65% キーボードになってました。ぜひ英語配列も出してほしいところですね。で軸は茶軸と青軸、あと銀軸ですね。なんかマジで本気でゲーミング入ってきましたね。大変です。お姉さんのストックがありません。代わりに可愛いレムとラムで、我慢してください。でついでに魔法使いのおっさんも付け加えます。配信といえばアバメディアとエルガトなんですけど、アバメディアはね、ブース持ってましたね。新機種の白いバージョンをね出してました。でねこれ面白いんだけど VTuber 体験ブースみたいなのがあって、やってみるとなんか首がおかしなことになってるんですよねなんかめちゃめちゃツボったんですけど、もうすげえのよ。多分設定だと思うんだけど、目もすげえし首もすげえし、グイーンって最後なんか弾避けてますね。ちなみにモンスターが APEX となんかコラボしてて、10月以降かな、モンスター買うとなんかインゲームアイテムもらえるらしい。で APEX の物販コーナーみたいなのもあったんだけど、アモンガスとかもあったし、いろいろ売ってましたね。あとネッシーのファミリーセットとかね、ウィングマンとかも売ってましたね。ちょっとウィングマン欲しかったんだけど、意外となんかプラスチックっぽいんでやめときました。あとアモンガスのねぬいぐるみも可愛かったね。で他のショップになるんだけど、こういうプレイステーションのね置物とかもね可愛かったですね。はい、ということで今回ね本当にね TGS2022 めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱりねゲーミングデバイスですね、ゲーミングガジェット系もかなり伸びてるし、各メーカーがめっちゃ力入れてきてるのが分かりましたね。ぜひよかったら皆さん今回の動画の感想とかね、
TGS2022 の感想とかコメントとか、書いていってください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。